秋が来た秋が来たどこに来た。はい、こんにちは。小豆島の漁師浜優です。いや、すっかりですね、暴飲暴食の秋がやってきましたね。いや、最近訳があってね、ちょっと暴飲暴食の撮影できてないんですけど、もうカメラ回してない方ではもうめっちゃちょっと食べ過ぎちゃって、すっかりね、秋の浜優になっております。というわけで本日の食材がこちら。よいしょよいしょよいしょ。はい、秋がやってきました。じゃあ秋を見ていきましょう。はい、こちらが我が家にやってきた秋です。はい、北海道からやってきました秋鮭でございます。じゃあちょっとね開封していきましょう。袋を切って、よいしょ。おお、めっちゃ見事ですね。大体ですねこの幅が15センチほどですね。めっちゃね超えてますね。で、今回ですね、北海道の漁師 YouTuber 漁師フィッシングさんが知り合いの定置網の漁師さんのこの見事なね秋鮭を送ってくれました。お二方ともありがとうございます。で、今回ですねメスを送ってくれたということで大量のイクラが入ってるだろうと思います。だからその大量のイクラを醤油漬けと味噌漬けにして超豪華な丼作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。鱗シンクで落としていきましょう。よいしょ。で、ご覧の通り、鱗がとても細かいので、ここは細かい鱗は金出し。これでこすって取っていきます。金出して十分落ちますね。鱗取るでも落ちるかな。あ、これでも落ちますね。これの方が飛ばなくていいかも。はい、じゃあ両面取れたら軽く洗っていきます。鱗があれやからシンクが詰まるかもしれんね。これで OK。 そしたらばまな板に戻して、で、本来であれば先に頭を落とすんですけど、今回はせっかくということでお腹を先に裂いてみましょう。ちょっと今回ハサミで、頭こっち向きがいいっていうのもあるんでハサミで切っていきます。切れるかな。お、切れた。硬っ。普通に包丁の方がいいかも。あ、ここまで来たら軽いな。よし。おお、イクラが一番下に来てるのかと思ったらそうでもない。なんだこれ。いよいよ中身を見ていきましょう。いきます。オープン。おお、すげえな。でもイクラよりびっくりしたのがこの肝臓かな。これすごいな。めっちゃ病気みたいな色してます。これはちょっとね食べないでおきましょう。で、これがおそらく食道の類で、このビロビロはちょっと何かわからないですね。で、ビロビロの先に胆のうがあるといった感じですね。面白いな。魚ってほんといろんな構造してる。で、一旦これのけて、で、ここに出てるのがこれ心臓です。で、あとは内臓をもう多分手でいけるかな。手で、こねこねと取り出してあげます。内臓訂正です。イクラが取れました。で、イクラってねタラとか鮭の卵のことらしいです。この状態は筋子っていうのかな、多分。はい、それじゃあ一旦ねイクラは、バットっていうのかな、タッパーダッパー、よくわからないんですけど、それに入れて冷蔵庫に入れておきます。よし。じゃあ次血合いを洗っていきます。血合い膜のところに傷を入れて、結構腎臓のこの膜強い。なんか普通のよりだいぶ強いです。で、先洗おうと思ったんですけど、先に頭を落としていきます。よいしょ。で、サーモン小顔でもう食べるとこもないので、先にこのエラ膜を切って、で、ここを落としてエラ膜を切って、で、頭を落としていきます。ほら、よし。はい、頭が落ちました。ちなみにサーモンの口の中はこんな感じです。なんか舌の上にもね牙みたいなのが乗ってます。で、先に3枚おろしでもいいんですが、おろしにくいのでカマを取って、で、反対ももうほとんど取れてるな。で、カマは塩焼きにしたいと思います。で、ここまでできたら初めてシンクでお腹を洗っていきます。で、多分今回のお腹スプーンが洗いやすそうなんでスプーンで取っていきます。水を出しながらスプーンで。おお、細かいところはささらでチャチャっと。はい、じゃあ、きれいに洗いました。そしたらまな板にあげて、で、水気を取っていきます。頭から尻尾、頭から尻尾、そして最後にお腹っていう感じかな。
よし OK。 当然鮭はですね初めておろすわけなんですが、調べたところサーモンと一緒で、要は難しいということなんで、今回も牛刀でやっていきます。とりあえず食べれるようにはおろしていきたいと思います。入れていきます。早速下いったかい。あら、早速下いってましたが、起死回生です。よし、次反対、よいしょ。で反対は尻尾の方から、入れていきます。骨がね分かりにくいんだよね。ちょっと盛大にミスったんでこっちから入れていきます。最近ちょっとうまくいっとるからっていろいろと過信してましたね。よいしょ。でもうこういっちゃおう。よし、とりあえずおろせました。でサーモンと一緒だったらこのままおろすらしくて、とりあえずどうしよう。ここをこう、骨の下包丁入れていって、で返して、こっちもヒレじゃなくて、骨の中骨のとこの下を入れていきます。これがまたむずいんだな。よし、でここもあばら骨をこう切り取っていって、で向こうも取りましょう。こうやって、よし。で中の骨が取れました。で尻尾はおのみって言って、食感とかが面白くてうまいんで、これも塩焼きにします。それからここを取って、こうかな。で向きは変えず体を変えて、ここ取っていきます。ここ本当はもっとついてるんですけどね、僕がミスった名残でついてません。サーモンむずっ。鮭だけど。よし。はい、いろいろうちゃうちゃ言い訳言いながらやりましたけど、何とか食べれるようにはおろせました。で最初ね刺身にしてイクラ丼の周りにのせようと思ったんですけど、僕知らなかったんですけどアニサキスの危険性が高いということで、それするんだったら3日ぐらい冷凍した方がいいよっていうことだったんですけど、ちょっとね待てないんで切り身にして揚げたのをこう周りにちょっとのせていけたらなと思います。だからこっちの綺麗なのを明日切り身にして、でこっちのちょっとねブサイクになっちゃった方はサブちゃんでちゃんちゃん焼きを作りたいんで、それに使いたいと思います。じゃあ明日に備えてもう少しやっていきます。でサーモン同様ここにね多分硬いのがあるんで、見た感じですけど、これを取っていきます。でちょっとさばきやすいところでカットして、これは松岡さんのところに持っていこう。そしたら明日の分で、明日食べるからもう腹骨引いておきます。長期持たせるんだったら、もっとね引かない方がいいです。なるべく空気に触れさせないように。よし。でサーモン同様にこのね不思議な血合いじゃなくて、その上にね骨が入ってんで、これを抜いていきます。最初はこの前側に2本入っとるんで、それを抜いて、でそこから上、指で感じながら抜いていきます。指で感じて抜いていく。角栓抜くのが好きな人はもしかしたら好きかもしれない。じゃあいくよ。はすと、こんな感じです。はい、じゃあ骨が抜けました。で明日に備えてちょっと今回はリードにくるんで置いておきます。それと一応ラップにもくるんでおこう。よし OK。 はい、それじゃあいよいよ鮭もさばけたので、イクラを2種でつけていきたいと思います。じゃあイクラを準備して、で先にこの膜とかからね引き剥がす必要があるらしいので、その剥がし方が、40度から50度ぐらいのお湯を何か入れ物に溜めます。よし。で次に塩を 3%。 でこちらの中にイクラを入れていきます。するとねなんか皮が白くなって取れやすいらしいです。で塩を入れてる方が卵がね割れにくいらしいです。で皮もちょっとねギュッと縮こまりました。でここから手で取ることもできるらしいんですが、秘密兵器を出していきます。はい、それがこちらです。網ですね。焼肉とかする網です。これでこすとめっちゃ早いそうなんで、ちょっとゴシゴシやってみましょう。よし、じゃあやっていきましょう。膜をこうこじ開けて、どうだ、ゴシゴシしていいんかな。おお、これ潰れてない？一応確認。お、案外潰れてないです。ただ怖いんでここからはもう手に切り替えます。先にほぐして取っていきます。
構取れないな。最後の方は網使おうかな。お、すげえすげえ、全然破れず落ちるやん。はい、網のパワーでほとんどね、汚れだけ残って出すことができました。でもう一個ももう同じように出しちゃいます。よし、じゃあこれでもう一個も取れました。そしたら一度ざるに移して、おお、すげえ。で1回では、まだまだこの白いのがねいっぱい残ってるんで、これを取り替えながら洗っていきます。じゃあもう一回お湯をためて、でこの中にイクラをつけて、で丁寧にこの白いねあれを取っていくそうです。めっちゃ大変ですね。うわ、気が遠くなっちゃうよ。食感がねだいぶ変わるということで、ある程度丁寧に取っていきます。てか今気づいたらこの白いのはね潰れちゃったやつですかね。ちょっと塩が少なかったかもしれません。でこうやって洗うのをまあ3回ぐらい繰り返します。はい、じゃあ、なんか白い薄皮とかがだいぶ綺麗に取れました。じゃあイクラは冷蔵庫でしっかり水分を切っておきます。水分を切っておいた方が調味料の入りがいいそうです。よし、それじゃあまず醤油漬けのやつを準備していきましょう。用意するものが、はい、酒、醤油、みりんです。こちらでねイカの沖漬け同様シンプルにいきます。で今回はいつもよりちょっと高い醤油を用意しました。でこれらを全部1対1対1で入れていきます。多分50ずつぐらいでいけると思います。で気持ちだけみりん多めにしようかな。よし、これで OK でこれを一度煮切ってアルコールを飛ばします。で煮切ったものがこちら、用意してました。でちょっともうわさびを加えておこうかな。これのが馴染むかなと。そしたら冷蔵庫からイクラを取り出して半分入れておきます。ちょっと気持ち醤油漬け多めに。はい、イクラの醤油漬けは準備ができました。これをね1日冷蔵庫で沈めておきます。で次は味噌漬けの味噌の作り方。用意するものが、はい、こちら味噌とみりん以上。いやめっちゃ簡単ですね。まずは味噌を適量入れます。このイクラが両面浸かるかなっていうぐらいです。ちょっと多めに作ろうかな。よし、次ここにみりんをだいたい半分量入れます。で混ぜます。でちょっと味見、気持ち砂糖を加えて、でもうちょいみりん入れときましょう。はい、これでつけ味噌の完成。そしたらグラタンの器を用意して、でまず味噌のベッドを作ります。でここにガーゼがいいそうなんですが、ガーゼがないのでリードペーパーを代用して引いていきます。これでしっかり使ってくれるかはちょっと心配なところではあります。にじませとかで、にじませが完了したら、その上にイクラを入れていきます。お、予定より分厚い。でイクラを薄く並べて、でまた上からリードを押して、で味噌を入れていきます。なるべく直接味噌が卵につかないようにっていう感じですね。でこれをぬりぬりと。結構リードが強いんで味付くか心配ですが、明日までに染み込んでくれてると信じたいです。これでラップをして、でこれも冷蔵庫。はい、じゃあ今日の仕込みは終わりました。あとはね沖行ったりしたいと思います。やっぱこう小豆島で取れない魚を触れるっていうのがねすごく嬉しいです。それじゃあいろんなね明日行きましょう。レッツゴー。ぴょんぴょんバットン、ジャンピングバットです。はい、それじゃあ次の日になりました。朝仕事してきたんでお昼ご飯に備えてやっていきたいと思うんですが、まず使ってるかの確認の前にお米を炊いておかないといけません。いつもあれですからね、早炊きになっちゃうから今日はゆっくりで蓋をして、でスイッチオン。C はサンマが高いからタンパク質はプロテインで取ろうかな。74分
OK。じゃあもうイクラはバッチリ使っとる前提で話を進めていきます。昨日のね秋鮭を取り出してでまな板の上に置いて開封していきます。おお、よし。じゃあこれを、バットさんでちょっと切ります。ちょっと長すぎるからお腹側を切ってこれちょっとのけておいてちょっと斜めに、切り取っていきます。よいしょ。これ揚げ焼きにします。よいやー綺麗な色。何枚こう5枚ぐらい、ここは6枚でしょう。でこっちは晩酌にまたちゃんちゃん焼きでも作りましょうか。ラップをして冷蔵庫に入れておきます。じゃあフライパンを準備してで思ったけどもう1個ちっちゃい方準備して油を6切れほど揚げ焼きするだけなんで、そんな多くなくそんな多くなく、よし。そしたらタラちゃん火をつけてパープでこの鮭の方もおばあちゃんの魔法の粉入りの塩を振っておきます。よし。ついでに片栗粉を振ってカロリーを追加しましょう。よし。これでカロリーを追加してはい、これで OK。 そしたら中火に戻しましたがさっと揚げていきます。3つずつで返してでパサつく前に揚げていきます。いい色。よし。で残り3つもで回しかけて上からも火を入れていく。うまそう。よし。はい、これで丼にのせやつの素揚げの完成です。素揚げじゃないな、唐揚げか。それじゃあ次に昨日のイクラを取り出してまずはこの醤油漬けから見ていこう。じゃあざるを用意してざるの中に入れていきます。よいしょ。おお、いい感じで結構濃く見えるんですけどこれで取り出して手の上に上げるといい感じですよね。でもう一度お皿に戻してはい醤油漬けの方は完成。よし。じゃあ次味噌漬けの方ですね。しっかり使っとるかな。じゃあ味噌のカーテンをめくっていきます。おお、潰れてる？潰れてないけどめっちゃ圧迫されてるね。じゃあこれも取り出してよし、救出、なんとか救出でこれをなんとか、入れ物に移していきたいと思いますよ。おお、なんか先ほどの醤油漬けと違ってすごいねひっついてますね。熱帯感。水気がめっちゃないわ。僕のみりんとか酒が少なかったかもしれませんね。すごい水気を吸ってくれてますね。ただめっちゃ濃厚かも。あと2分。ボウルに米を入れていきます。でちょっとでも早く冷めるように冷凍庫に入れておいた寿司酢を取り出してで入れていきます。で結構多くの人がですねこの中に鮭入れて炊き込みご飯みたいにしてそれにいくらのしたりするんですけど僕は圧倒的に白飯派なんでここはね白飯でいかせていただきます。でご飯が冷める間に刻み海苔を作っていきます。これはなんとですね私の海苔ですね。味付け海苔なんであんま多くなくちょっと取り出してで半分に切ってで刻み海苔を作っておきます。味付けだからひっつくけどよし。でこれで OK で海苔を切ってる間にご飯が冷めたので、器に入れていきます。で綺麗にしてじゃあいよいよ盛り付けていきましょう。イクラと身の揚げたやつとあと今回北海道ということでウニもご用意しました。でまず醤油漬けをかけていきます。よいしょ。めっちゃうまそう。贅沢。よし。で半分いったら半分味噌の方。味噌の伸びがちょっと悪いです。ちょっとね味が濃いんでこれは薄めにいきましょう。で間にこの鮭の焼いたやつちょっと乗っけてよし。で真ん中にウニもいこう。よし。はい
で先ほどの海苔も添えて、ですだちも切ってちょっと刺して、で気持ちネギでちょっと空間にさらに追いイクラをして、はい、それでは浜湯特製2種のイクラ丼の完成です。めっちゃ美味しそうですね。でちょっと鮭が余ったんで、なんか入れ物に、おしゃれに並べとこう。で残りのイクラも入れて、よし、でウニも入れる。ですだちを絞って、はい、なんか米ないバージョンのいくら鮭です。それじゃあ小鳥と小鳥で箸じゃないスプーン。はい、それでは浜湯特製北海道直送秋鮭の2種のいくら丼でございます。まずこれがいくら丼、それとなんかいくらチップスです。それじゃあ竹雄始めようか。今日のディナーは何だい？今日はいくら丼よ。お、それは楽しみだ。この恵比寿で乾杯していこうか。ゴールデンタイム。これはね、めっちゃ楽しみです。それではいただきます。てかいつゴールデンタイムって言おうかってね、前にしようか後にしようか途中にしようか。乾杯。うまいけどね、最近ちょっと喉が痛くてごっくり飲めない。それじゃあもういきなりこのうまそうないくら丼からいかしていただきたいと思います。それじゃいやーうまい。この粒が口の中でぶっちんぶっちんはじけて、一つずつがね、その小さな玉の中から一つずつでうまみが出てきて、それがご飯にね交わってめちゃくちゃ美味しい。本当に。でこれは絶対僕は白ご飯の方がいいと思う。これなんかしたら邪魔するかなっていう感じかな。こうやってこうウニとね一緒に食べても最高だし、これうわ、ちょっとすだちを絞ってさっぱりとか。もうなんでこんな美味しいんやこれちょっとわざとらしいぐらい美味しいわ。次場所をちょっと変えて、味噌の方かな。これいただきます。ちょっと濃そうだけど、濃い濃いんだけど、濃いがもっと濃いってなっちゃう。幸せや。でたまたまなんですけど、水分がねしっかり抜けたことによってめちゃくちゃ味がね濃厚で、それがめっちゃご飯に合うんですよ。味噌の感じとか。いやこれだけ濃かったらもうちょっとね、これと食べようか。ディップ見て、ディップっていうのかな。うわ、これにご飯合わせたらめっちゃ合うと思う。いくらをちょっと辛いからすごい。これで最強です。予想通り。やっぱり親子だったからかすごい交わりがいいですね。炊き込みご飯にしても合うのかもしれないなって今納得しました。でちょっと順番に食べてるんで食べ方があんまきれく見えませんが、この全合わせですね。いくらの醤油漬け味噌漬けにウニにさらに身ですね。ここまで来るとちょっと違うさすがに味同士が喧嘩をしだすっていう感じですね。で最後にもう一個したいことがあって、お茶碗用意して、これにちょっと、見た目あれですけど入れていきます。香り付けにすだちもで、さらに海苔とネギ。そしたらこの中には、お茶とだしのあれが入ってます。でこちらの西京いくらの中に注いであげて、でほぐして混ぜてあげる。はい、じゃあ、親子茶漬けの完成です。じゃあいただきます。しっかりとね調味料の染み込んだいくらの
またあったかいのがね、あったかいのにまだ入れたてだから口の中でプチプチと弾けて、でそれがね全部この汁の中入ってるんで一つにまとまって、でアクセントがなんか足りないところをこの魚のね揚げたやつっていうんですかね、これがねうまいことね面白み食感を入れてくれてまとめてくれる。これはねポセイドンです。このなんだろう、ポセイドンの国です。マーメイドの国です。まとまってる、まあ要はうまいと。はい、お酒はもう残り少ないですが、いくら丼はまだまだ残ってるんで、あとはゆるりと楽しみたいと思います。それではごちそうさまでした。はい、皆様まずはご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。いくらの2色丼ですね。味噌漬けを食べたのも僕初めてだったし、秋鮭をねさばいてその自ら掘り出したいくらでね丼をするなんて体験ももうこんなのできることじゃなかったんで、すごいいい体験ができました。皆さんも一度体験してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。2回言ってるね。じゃあバイバイ。いくらです。